月夜とメガネ。小川未明。街も野も至るところ緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな月のいい晩のことであります。静かな街の外れにおばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火があたりを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針のめどによく糸が通らないので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またシワの寄った指先で細い糸をよったりしていました。月の光は薄青くこの世界を照らしていました。生暖かな水の中に木立も家も丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら自分の若い自分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことなどを空想していたのであります。目覚まし時計の音がカタコトカタコトと棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはしんと静まっていました。時々街の人通りのたくさんな賑やかな巷の方から何か物売りの声や、また汽車の行く音のようなかすかな轟きが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは今自分はどこにどうしているのすら思い出せないようにぼんやりとして夢を見るような穏やかな気持ちで座っていました。この時、外の戸をコトコト叩く音がしました。おばあさんはだいぶ遠くなった耳をその音のする方に傾けました。今自分誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは風の音だろうと思いました。風はこうしてあてもなく野原や町を通るのであります。すると今度すぐ窓の下に小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ず、それを聞きつけました。おばあさん、おばあさん、と誰か呼ぶのであります。おばあさんは最初は自分の耳のせいでないかと思いました。そして手を動かすのをやめていました。おばあさん、窓を開けてください。と、また誰か言いました。おばあさんは誰がそう言うのだろうと思って、立って窓の戸を開けました。外は青白い月の光があたりを昼間のように明るく照らしているのであります。窓の下には背のあまり高くない男が立って上を向いていました。
男は黒いメガネをかけて、髭がありました。私はお前さんを知らないが、誰ですか？と、おばあさんは言いました。おばあさんは見知らない男の顔を見て、この人はどこか家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。私はメガネ売りです。いろいろなメガネをたくさん持っています。この街へは初めてですが、実に気持ちのいい綺麗な街です。今夜は月がいいから、こうして売って歩くのです。と、その男は言いました。おばあさんは目がかすんで、よく針のめどに糸が通らないで困っていた矢先でありましたから、私の目に合うようなよく見えるメガネはありますかい？と、おばあさんは尋ねました。男は手にぶら下げていた箱の蓋を開きました。そして、その中からおばあさんに向くようなメガネを寄っていましたが、やがて一つのべっ甲縁の大きなメガネを取り出して、これを窓から顔を出したおばあさんの手に渡しました。これなら何でもよく見えること、受け合いです。と男は言いました。窓の下の男が立っている足元の地面には、白や赤や青やいろいろの草花が月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこのメガネをかけてみました。そしてあちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが、一字一字がはっきりとわかるのでした。それはちょうど幾十年前の娘の自分にはおそらくこんなに何でもはっきりと目に映ったのであろうとおばあさんに思われたほどです。おばあさんは大喜びでありました。あ、これをくれと言って、早速おばあさんはこのメガネを買いました。おばあさんが銭を渡すと、黒いメガネをかけたひげのあるメガネ売りの男は立ち去ってしまいました。男の姿が見えなくなった時には、草花だけがやはり元のように夜の空気の中に匂っていました。おばあさんは窓を閉めて、また元のところに座りました。今度は楽々と針のめどに糸を通すことができました。おばあさんはメガネをかけたり外したりしました。ちょうど子供のように珍しくて、いろいろにしてみたかったのと、もう一つは普段駆けつけないのに、急にメガネをかけて様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていたメガネをまた外しました。それを棚の上の目覚まし時計のそばに乗せて、もう時刻もだいぶ遅いから休もうと仕事を片付けにかかりました。この時、
また、外の戸をトントンと叩くものがありました。おばあさんは耳を傾けました。なんという不思議な番だろう。また、誰か来たような。もう、こんなに遅いのに。と、おばあさんは言って、時計を見ますと、外は月の光に明るいけれど、時刻はもうだいぶ更けていました。おばあさんは立ち上がって入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えて、トントンという可愛らしい音がしていたのであります。こんなに遅くなってから、と、おばあさんは口の内で言いながら、戸を開けてみました。するとそこには、12、3の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。どこの子か知らないが、どうしてこんなに遅く訪ねてきましたと、おばあさんはいぶかしがりながら問いました。私は町の香水製造場に雇われています。毎日、白バラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして夜遅く家に帰ります。今夜も働いて一人ブラブラ、月がいいので歩いてきますと、石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。もうどのうちもみんな眠ってしまいました。このうちの前を通ると、まだおばあさんが起きておいでなさいます。私はおばあさんがご親切な優しいいい方だということを知っています。それでつい戸を叩く気になったのであります。と、髪の毛の長い美しい少女は言いました。おばあさんはいい香水の匂いが少女の体に染みていると見えて、こうして話している間にプンプンと鼻に来るのを感じました。そんならお前は私を知っているのですかとおばあさんは尋ねました。私はこのうちの前をこれまでたびたび通って、おばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っています。と少女は答えました。まあ、それはいい子だ。どれ、その怪我をした指を私にお見せなさい。何か薬をつけてあげよう。と、おばあさんは言いました。そして、少女をランプの近くまで連れてきました。少女は可愛らしい指を出してみせました。すると、真っ白な指から赤い血が流れていました。ああ、かわいそうに石ですりむいて切ったのだろう。と、おばあさんは口の内で言いましたが、目がかすんでどこから血が出るのかよくわかりませんでした。さっきのメガネはどこへ行ったと、おばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、早速それをかけて
よく少女の傷口を見てやろうと思いました。おばあさんはメガネをかけて、この美しい、たびたび自分の家の前を通ったという娘の顔をよく見ようとしました。すると、おばあさんはたまげてしまいました。それは娘ではなくて、綺麗な一つの胡蝶でありました。おばあさんは、こんな穏やかな月夜の晩には、よく胡蝶が人間に化けて、夜遅くまで起きている家を訪ねることがあるものだという話を思い出しました。その胡蝶は足を痛めていたのです。いい子だからこちらへおいで、とおばあさんは優しく言いました。そしておばあさんは先に立って、戸口から出て裏の花園の方へと回りました。少女は黙っておばあさんの後について行きました。花園にはいろいろの花が今を盛りと咲いていました。昼間はそこに蝶やミツバチが集まっていて賑やかでありましたけれど、今は墓毛で楽しい夢を見ながら休んでいると見えて、全く静かでした。ただ水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には白い野原の花がこんもりと固まって雪のように咲いています。娘はどこへ行った？と、おばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか、足音もなく見えなくなってしまいました。みんなおやすみ。どれ、私も寝よう。と、おばあさんは言って、家の中へ入って行きました。本当にいい月夜でした。